松浦さん、自己紹介お願いします。松浦美里です。香川県出身で、今北海道に住んでいます。38歳です。今は、初期研修医をしています。私は悪性リンパ腫のステージ3と24歳の時に診断されました。その時は抗がん剤治療をして、2年後の26歳で再発して、その時は造血幹細胞移植と妊用性温存のために卵子凍結保存をしました。その後、寛解し、今は元気に過ごしています。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。天野さん、自己紹介お願いします。はい、皆さんこんばんは、天野慎介と申します。生まれは東京、育ちは大阪で、今東京とか在住と書いてある、すみません、横浜でしたね。大変失礼しました。2000年27歳の時に悪性リンパ腫を発症しまして、化学療法と放射線療法と、あとは自家移植っていうのを経験しました。再発も2回経験してますけども、最後治療、癌の治療を受けたのは、2004年ですけど、その後いろいろ合併症とかあり、いろいろ紆余曲折ありながら、元気にやっていて、自分自身の経験をもとにですね、悪性リンパ腫の患者さんを支援する団体である一般社団法人グループネクサスジャパンで理事長を務めております。今夜よろしくお願いいたします。美里さんの時はどのように癌が発覚していたんでしょうか？発覚は大学の健康診断で胸部のレントゲンを取った時に重核がちょっと腫れているということで精密検査に行ってくださいっていう感じで発覚したんですけども、その前にもたくさん遊びすぎててなんか疲れかなって思ってたんですけど、今思えばもう明らかな症状はたくさんありました。で、自覚症状として今まで結構あったと思うけれども、遊びすぎててちょっとそれを忙しくて、はい、だと思ってなんか二日酔いかなじゃないけど、いろんなね、まさに本当に飲みすぎかなみたいなぐらいに思って。じゃあ胸部レントゲンで重核あるんじゃないってなった時に、その後どうしていくんですか？その後は病院で、精密検査とか血液検査をして、そうですね、それでも割とその場で、私の場合は悪性リンパ腫の中のホジキンリンパ腫っていう方なんですけども、多分結構その場で先生にホジキンリンパ腫っていうリンパ腫だと思うんだよねって言われて、ちょっとこれからどんどん詳しい検査しましょうみたいな感じでなりました。そういうふうに分かってたんですね。当時は自覚症状っていうのはその倦怠感だったりいろんな、なんか痛さとかっていうのはありました？ありましたね。痛い、なんかすごい、なんか今まで感じたことないようなお腹の痛みっていうか、なんか動けなくなるような時があったりとか。それを二日酔いで疲れてんのかなあとここもやっぱなんか気づいてなかったんですけど、太っただけかなと思ったんですけど、ここなんかゴリゴリに腫れてて、あと熱もあってずっとなんか37度5分ぐらいの微熱がずっとあったみたいで、それも気づいてなくて、あとよく言われる寝汗ですかね。寝汗ね。べちゃべちゃになるっていう寝汗もあれもなんか太ったからかなって思ってました。まあね、24歳の頃やからね、それね、そう思わへんわな、そうやな。なんかリンパ腫って言葉も知らなかったぐらいなんで。当時は24歳大学生？そうなんですよ。まだ大学生でした、その時。その時は何を学んでいた時の大学生？美術を学んでました。天野さんの場合はどのように発覚していったんですか？がんの場合は。いや、僕も20年以上前だから、記憶がだいぶ曖昧になってきてるんだけれども。いや、今、松浦さん話聞いてる、一番最初の予兆って何だったかなって今ちょっと考えてたんだけども、今冷静に考えて多分カラオケですね。一番最初の予兆は。当時27歳でも学生の時はね、カラオケ行きまくってて、徹夜でカラオケ行ってからバイトとか、意味のわかんないことよくやってたんですけども、割とカラオケ好きで、ミスター・チルドレンのね、Tomorrow Never Knows っていう歌があるんですよね。だんだんね、なんかかすれて出なくなってきたんですよね、確かね。今思えば。声が高い歌手の人いるじゃないですか。最近ちょっと調子悪いなと思っていくうちに、今度はね、当時社会人で仕事してたんですけども、会議中にね、10分か20分ぐらいね、声が全然出なくなることがあったんですよ。いきなり。全く声が出なくなるようになってきて、でそうこうするうちに今度はね、高熱、39度とか40度近い熱がいきなりなんか出て下がるっていうのを繰り返すようになって、特に風邪の症状とかないんですよ。鼻水が出るとか、痰が出るとかそういうの全くなくて、なんかしか熱が出るみたいな。で、風邪かなと思って耳鼻科行ったら、風邪でしょうねって言われて、風邪薬的なものを飲んで休んだりしてたんですけども、ある日歯磨いてたらね、扁桃腺がボコボコに腫れてたんですよね。
で、なんじゃこりゃと思って、もう一遍耳鼻科行ったら、可能性低いと思う念のため悪性リンパ腫っていう病気の可能性あるから、念のため病理検査を受けてくださいって言われて、で病理検査を受けたら、悪性リンパ腫と言われたっていう感じで、で、先ほど松浦さんがね、重核がって言ってましたけど、僕もだからね、そこが、扁桃腺が一番悪いとこかなと思ったらね、CT 全部取ったら、全身ボコボコに腫れてて、もう、あちこち、リンパ節がボッコボコに腫れてて、一番でかかったのは重核だったんですよ。だからね、声が出なくなったのはね、僕ね、扁桃腺のリンパ節が腫れたせいかなと思ったらそうじゃなくて、重核は腫れすぎていて、声を出す神経がなんかね、圧迫されてたらしいんですよね。よくわかんないんだけども。それで声が出なくなるっていうことがあるらしいんです。後で知ったんですけど。そういう経緯でした、僕は。多分声を出すところの神経がこう圧迫されてたんかなって思いました。そうそう、それでね、出なくなった。肺がんとかでもなるんで。やっぱそうなのか。はい。それで声出なくなって。それは最初の症状でした。そこからもう、病院でもう、この後治療に入っていきますけど、その治療していくっていうことですよね。そうですね。僕の場合は、総合病院じゃ治療できませんって言われて、血液内科はないとね、治療できないって言われたから大学病院に紹介されてって感じですね。ありがとうございます。